うーちゃんの2階ベッド、ボーンだらけです。35。おっとはい、皆さんこんばんは。こんばんは。今ですね、北関東道を走ってまして、これからですね、今日は福島県の方に向かっていきたいと思います。最近東北地方よく行ってるね。ああ、そうだね。もうね、今10月なんで先月になっちゃうけど、キャンバケトークがあったからね。あとこの辺よく使うね、栃木とか行くときに。そうだね。そうで、今回は高津江スキー場っていう東和モーターズのねキャンプ大会、これをね参加するために今ですね向かっております。キャンピングカービルダーのキャンプ大会っていうのね、どこのビルダーさんもね大体あるんですけど、東和モーターズもね年に1回ありますので、僕らもそれに参加しております。ちょっと今回はですね、タイトルにある通りなんですけども、ちょっとね僕の方がね今お酒が飲めない、厳密に言うと飲めないってわけじゃないんですけど、ちょっとね控えなきゃいけない事情がありまして、何があったかって言いますと、数週間前の話なんですけど、朝起きてねちょっとこう動悸がしてる日がありまして、病院にねその日そのまま行ったんですけども、不整脈が起きてまして、心房細動と言われるね、症状が出ておりました。その時ねレントゲンとか心電図、血液検査もね全て行いまして、結果としては一応ね薬も出ました。病院行ってね帰ってくる頃にはねもう薬飲む前からもうちょっとだいぶ収まってて、また普通になってたんですよね。翌日もう血液検査の結果をね聞きに行ったんですけども、一応ね心電図もう一回測りましょうということで心電図測りまして、結果としてはその心房細動が収まってますと。で今ね出してる薬ももう今のこの時点で止めちゃって大丈夫ですって言われて、それ以来ね起きてもないんですけども、血液検査ね、してたので、その結果もね出てまして、それね聞いたところ、不整脈にね関するところ特にね、悪いところは出てないということで、そこはね本当安心できたところではあるんですが、一方でね不整脈とは全然関係ないところで、中性脂肪とねコレステロールが高いですというね、違う診断が出まして、で今ね絶賛ダイエット中です。で先ほどのねそのね不整脈の件で、お酒飲んじゃいけないとか、これ食べちゃいけないとか、運動しちゃいけないとか、そういう制限一切なく全然普通に生活もできてるんですけど、どちらかというとその中性脂肪とコレステロールの方が生活習慣病だっけなっちゃうから、そっちを治した方がいいと。ということでね今ねちょっと食生活とかね生活習慣見直しております。どっちにしても太ってたら心臓に負担はかかるから痩せといた方がいいってことですね。そう、ただ何が原因で発生したかっていうところもまだちょっと分かってないんですよね。一応念のためね再来週ぐらいにね、心臓エコーの検査を控えております。そんなこんなでねちょっとね今回のねキャンピングカー旅はねいつもと違って、多分ね僕がねお酒を飲まないというね、ママは通常運転です。なんで、ちょっとね今回ね、そういった意味ではまたいつもと違う旅もね楽しいんじゃないかなと思ってるんで、最後までね見てもらえたら嬉しいです。でねちょっとね今日のねコメントテーマね今ね考えまして、今日は皆さんのね健康のためにねやっていること、これをねぜひね教えてもらいたいなと思います。今ね僕がやってるのは、エアロバイクとかねちょっと漕いだりとか、ご飯とかねちょっと気をつけたりとか、一応あとお酒禁酒にもなるのかなとかね、そういうのやっております。あとねそのなんかねやるきっかけみたいなのもねもしあったらぜひねそれも添えて教えていただけると嬉しいです。ということでね今ですね群馬県の太田の方をね走ってるんですけども、この後ねすぐね足利になるから栃木になるのかな。で、その後ですね今回は栃木寄りのね福島なので、そこまでね遠くなくてよかったです。だいたいね200キロちょっとぐらいかな、片道。今日は、道中のねサービスエリアで1泊しようかなと。それから明日朝また出発して現地に向かうと。ちょっとだけね難点なのが、その高速のパーキングまたはサービスエリアから高津江スキー場までね100キロぐらいあったんじゃないかな。割と遠いんですよ。なんでそこだけね明日もね結構運転しなきゃいけないってなっちゃうんで、でも今日はその分ね早く着いて、早くご飯食べて寝ようかなと思っております。そんな感じでねとりあえず福島の方に目指して走っていきたいと思います。もうすぐですね目的地の上川内のサービスエリアに到着します。
まだ時刻ね10時前なので、まあ全然まだねゆっくりできるかなと。一応ねここで明日ね一緒に行くメンバーね待ち合わせしてるので、明日の朝ね自分たち入れて3台でゆっくりね向かっていこうかなと思います。今日エアコンいらないよね。いらないいらない。もうねエアコンのいらない季節になってきて、なんなら先週 FF 使ったもんね。ママ今にだってパーカー着てるから。小型がこっちか。小型結構大きいねここね。はい、今ね上川内サービスエリアに来たんですけど、思ったよりも斜め、頭が下になっちゃうか。ということで下がっちゃう。やめます。これからどうするかっていうと、ちょっとね思い出したんですけども、去年ですね会場の道中の道の駅湯の香り塩原っていうところがあって、でそこがまだ割と近かったんで30分ぐらいかな、ここからちょっとね急遽ねそっち側に変更します。これや。定位置付近です。ああ、ここあそこか。およそ100メートルで右方向です。はい、今ね無事に到着したので、これからねご飯軽く食べます。そうだ、ニューアイテム、これあったかい用照明。この間のねキャンピングカーオーナーズでね、ちょっと紹介しましたけど、クレアにねついてたやつ、うちはねこんな感じでちょっとオレンジ色の橙色暖色カラーっていうのかなにしました。タッチレスでこんな感じです。もちろんね元の照明も取っといてあるんで、こんな感じで元の照明は、間接照明的な感じで使えます。今回つけたやつはこんな感じ、長押しすると調光式なんでどんどん明るくなります。こんな感じでめっちゃ明るいママの顔まぶちで、これを長押しもう一回すると今度は原光してきます。こんな感じ。これがね今最弱、これがちょうどいいよね。今までなかった感じの色合いをこれで出せます。これぐらいだとねほんと明るさちょうどいいか。間接照明ぐらいか。いただきます。さっきも地味に食べちゃったから。多分ドレッシングが足りない疑惑のサラダ2個だねそれは。どうしよう、ドレッシングライブ。ごま油と黒セスパイス。ごま油いけそうだね。ベッド出来上がり。登りにじゃねえか。先にジョージが行っちゃうんじゃない。じゃあ休み。ルージも休み。ルーちゃんの2階ベッド。割とこのスペース大人でも足が伸ばせるか。ルーちゃんだったら余裕。おやすみジョージ。おやすみルージ。ちなみにここの道の駅は割とトイレが遠い。うちはトイレが遠い時はこっちのマルチトイレをマルチトイレ。意外とねカセットトイレ1個あると。これさ、ファン寝るときかけないで寝ればいいんじゃない。知らないのこういうやつ。知らない。何それ。それ何。知ってる人はコメント欄で教えてください。出せないかもしれない。ママの充電器。ほんと寝る前のケーブルの話。ケーブルだらけのね。こんだけ長い iPhone。これでもさ、ママあれやん。あさってには。そのケーブル変えるんだ。やっと我が家も iPhone16 になれそう。4年ぶりの iPhone。ほんと。タブレット入ってない。
もう寝てる？よいしょ、秒で寝た。あ、起きた。寒い？おやすみなさい。闇に吸い込まれるおじさん。足元開けてたけど、ちょっとスースー。風強い。これだけでも十分風来る。おやすみなさい。めっちゃ雨強い。あ、隣もんちゃんだった。意外とこんなに雨強いけど中に雨は入ってくる。はい、ちなみに今時刻は7時18分で室温は 22.8 度、湿度 59%。 この室温よりも肌感覚は寒い感じです。ようやくね気温が低くなってきたのかな。雨やんだ。もう8時半だ。出発の準備。おはよう。うじ。ジョージどうしたの？いや、この通りお尻を丸見えにして寝てるタイプです。うちゃん最近さ、顔がジョージに似てきたね。似てないから。最近ウージとジョージ顔似てるよ。ジョージ、何をやっているの？ジョージ、いい？よし、じゃあうちゃん起きましょう。おはようございます。おはようございます。ジョージ近い。ねえ、ここに。形がやばいんですよ。パパ今何やってんの？幅取るからね。ちょうどよかったのに枕に。ねえ。じゃあ行こう。一応持ってくかさ。なんか割と降ってるよ。パン屋に行ってこよう。パン屋に行ってこよう。地味に小雨。パン屋さん。パンも売ってる。ういちゃんは何食べる？はい。今ねパン買ってきたからご飯食べて出発します。きれいにぐるぐる。ホットドッグ。あったかそうだね。あ、まだお客さんいるウーロン茶うま。麦茶よりウーロン茶派なんだけど、君たちみんな麦茶派だからさ。いや、麦茶一択でしょ。で、こっからここを右に曲がって、今16度だって。寒いよ今日今16度だって。はい、ということでね、今ですね、道の駅出発しました。朝ね、パン屋さんとかやってね、パンも買ってご飯も食べて、今から出発です。で、まだね、こっからね、1時間ぐらい走るのか。1時間。なんですけど、まあ、のんびりね、向かっていきたいと思います。今ね、こっちは雨降ってるんだけども、なんか一応現地は、今のところは降ってなさそう。まだちょっとわかんないですけどね、この雨がもしかしたらそっち行っちゃうかもしれないから。今日は一応ね、三々のね、タープテント。あと一応暖房もね、風暖ぐらいしか持ってきてないけど一応持ってきてます。川がまだ全然あれだね、色づきがやっぱない。
もう間もなく到着です。ちょっとね外気温ね今ね15度ぐらいあったかな。道路のねやつに出てるやつ結構寒い。わりかし寒そう。ここなんかあれだよね、去年あたり来た時できてたよね。コーヒーあるカフェかな。無理よ。なんか17度だったり15度だったり気温も行ったり来たり。まだ雨降ってなさそうだったけどちょっと降ってきちゃったかな。もうあと2キロぐらいで、ここは高津江スキー場っていうスキー場の駐車場で、今ねシーズンオフなんでそこでね東亜のキャンプ大会っていうのを毎年やってるのかな。これを登ったところかな。隣グラウンドあんの。ちゃんとみんなくっついてる。あ、これがキャンプファイヤーやってるところだ。だからこの上だね。はい、これをね右に曲がって入れます。おはようございます。はい、無事に到着してからテントも無事に張れました。去年もなんかここら辺だった気がする。でここはねペグがギリギリ打てるとこなんで、とりあえずねこのタープテント2つつなげてやってます。これあるとね結構いろいろ使えるんで便利です。こんな感じでここからねあとは中にいろいろ入れて完成。ランタンとかあとね椅子持ってこないといけないんで、これもね今日持ってきました。ガスファンヒーター。ふーちゃんです。ふーちゃんは今日は全身緑。緑で中は黒。本当だ。ふーちゃんも本当同じような色だね。緑うーちゃんです。はい、ということでね今から受付行ってきます。よし。みんな分だよ。そう。お、カービィ。カービィだ。カービィエアコンついてる。受付は向こうです。もらっちゃおう。うーちゃんどれ？3個お願いします。なっちゃんリンゴ1つと。パパも飲めないからな。パパオレンジでしょ。オレンジ。あとスーパードライで。はい、リンゴオレンジスーパードライ。はい。ドリンクもらえます。これもう開けたら文句言われる？売ってるよね。何売ってるよ。飲むの早っ。乾杯。じゃあよろしくお願いします。すごいわ。そんなことないでしょ。何があるんだろう。さつま揚げ、わらび餅。はい乾杯乾杯。はい乾杯乾杯。はい乾杯乾杯。はい乾杯。もらってすぐ開けてきた。乾杯乾杯。もらったの？乾杯。乾杯です。カーテンも作ったの？綺麗なの。どこどこ？ふーちゃんちの真似してるんですよ。カバーついてたから。YouTube で見そう、た。あった方が冬はエアコンのカバーですね。結構キャンピングカーのエアコンって埃たまるじゃないですか。ねえ、これも作られたんですか？あ、それね、旦那が作った。これか。そうすごいね。いいねこれ。いやー、すごいよこれ。いいな、こういうカーテン。ね。なんかノーマルのカーテンさいいんだけどさ、そうそうレースカーテンぐらいがちょうどいいですよね、目隠し的にね。いやいいよ、丸いシンク。いいねこれか、ここれいい。うちも変えてほしいもん。レンガメキシコのシンクなの。メキシコシンク。瀬戸物のでも確かに違うよね。トイレのペーパーホルダーも開けていいんですか？あ、いいですよ。お邪魔しよう。メキシコの陶器。あ、これだ。本当だ。へえ。同じ感じ、似たような感じなんですね。でもやっぱさ、マルチ広いよね。広い。DC のがやっぱ広い。ね、ここほら切ってここもただのパネルだったの。すごいね。あ、コンセントある。ああ、はいはいはいそはい。れがポタ電に直結。ああ。なるほど。じゃあこのまま上に持っていけばポタ電から電気が供給されるようになってるんですね。アイディア満載だ。すいません、ありがとうございました。全然。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。スイッチボット。あ、本当だ。あ、インバーターのね。確かにこれ届かないっすよね。どう頑張運っても。転中はね、傘こうやってやってるね。確かにこれでこれいいじゃん。これね、車よ。キャンバケ東北以来で。今日それボーンいたい。あ、ボーンじゃない。どっかにカービィ行ってるんですか。ね、いましたよねあ。っちに。寒くないの、クロちゃんは。ね。だってこれで北海道行くんですよ。しかも色が目立つのよ。蛍光色で、これ。ペアルックすぎるのよ。
だったから顔が見えない。眩しい眩しい。あんまりやれ濡れた。久々のデカ丸。最近緑の小さいタフマルジュニアがあんまり調子よくない。買い替えだよ。今日はデカ丸で。結構俺は多分濃く感じると思う。俺結構薄味派だから。濃いかな。私濃い派だから薄めっていうかもしれない。でもあんまり濃くもないよ。じゃあもんちゃんで正解。じゃあ中間ね。中間ね。すごいじゃん。ギャルじゃん。すごい。あ、チャンネルペンギン。そうだよ。時間がセットされてないから。あ、そうだね。時間セットしなきゃね。時間セットしないと。ほおずき。このさ見た目が。これを飾りをなんかほおずきだって食べれるほおずき。これはこのまま。それはそのまま。あ、ブルーベリーじゃないね。甘い。プチトマトに近いけどトマトの酸味がない。酸っぱくない。あれどこでやったらいいんですか？ここ？ここみたい。新五郎体験。体験します。はい。あ、そういう感じですね。はい、じゃあこちらです。はいどうぞ。これを塗り塗りですか？そうですね。まんべんなく。薄めがいいってことですか？まあこんな感じ。あんまり薄くてもなるほどあれなので、全体的にほどほどに。甘いんですかこのタ甘い、レは？そうですね。甘じょっぱい感じ。ごまとあとお味噌ですね。あとみりん、砂糖。意外と粘り気あるんですね。はい、すり鉢で一生懸命おばちゃんがすってきてくれたので。こんなもんですか？そうですね。そんな感じで、はい。なんかちちょっとそう難しいでしょ意外と。気になる。あ、うまいですねやっぱり。はいこだわり出すとね。止まらない。難しいんですよね。いっかこれで。はい。はい。でこれをじゃあここでやりましょうか。最初ちょっと置いときましょう。はい少しお願いします焼ける少し焼けるまで。あれ今来られたんですか？ちょっと前。ちょっと前。前違う。いますよ。でできました。はい。ありがとうございます。これもらっても落ちちゃう。出来上がりました。よし。じゃあこれからですね、キャンプファイヤーの会場の方に向かいます。ちなみに今回はママがキャンプファイヤーの着火式をやります。チャッカーってチャッカ守ってやればいいんじゃない？着火マンちょっとダサいちょうどね見えてるこの下ら辺ですね。でキャンプファイヤーだと思います。下に入れて置くと。はい。あと開始はこちらでします。はい。はい。真上には立てないで、灯油が塗ってあるので垂れてくる可能性があるので、なるほどなるほど。必ず横。あー大笑いします。はい、こんな感じでキャンプファイヤーの準備がされております。この後ね、店長がね話した後にママがね着火するということなのでやってもらいます。ありがとうございます。あ、白いのある。本当だ白い。さ、後ろは白い。そうマークはね。マークはね。はい、こんばんは。これからキャンプファイヤーを、始めたいと思います。これから、キャンプファイヤー始めたいと思うのですが、着火の、儀式ですね。はい。今回はですね、ウーチャンネルさんのウーママさんにお願いしたいなと思ってまして、はい。キャンピングカーで旅の様子を配信してますウーチャンネルと申します。今日は参加者代表してキャンプファイヤー着火させていただきます。よろしくお願いします。あ、すっごいついてる。じゃあお願いします。じゃあちょっと行かせていただきます。よし、みんな楽しもう。したね。着火ファイヤー。いけ。誰か？素晴らしい。軽くゲームをね、ちょっと厳しいなと思ったら、グループ単位で、まとまってもらえるとありがたいです。まずはじゃあ、一回円になるべく切れる。つかむ。逃げるとやれよ同時。これだけ？逃げられちゃうよ。
ダメ、つかめない。村長さんの命令ですって言われたら。村長さんの命令です。ジャンプしましょう。ジャンプ。あれ？やっちゃダメなの。やっちゃダメですよ。負けても退化もしません。スタート。はい。ここにひよこがいますよ。ピヨ。はい、ありがとうございます。花火が上がった。はい、今ですね、花火上がっております。はい、今ですね、無事に花火も終わったんで、これからね戻ります。なかなかすごい花火でした。よし、これから風呂に向かいます。多分ここから抜けていけたはず。無事にシャワーから帰ってきました。中戻ります。へえ、これもんちゃんのソファー。いいねそれ、うっちゃん。何食べさせてくれるの？いただいてもいいですか？丸ごと？ありがとう。はい。みんなで食べる。いただきます。飲んじゃった。いただきます。メッシュの炭酸ない版。メッシュって9度。で戻ってきたんで、あとは歯磨きして寝るだけ。ルーちゃんはね、もう先に寝てます、後ろで。今回はね、自分たちのね、メインイベントとかに参加する方だったんで、結構気楽に楽しめました。これはこれで楽しめる。またキャンバケとかとはね、違った感じで楽しめました。明日も明日はね、少しね、カリキュラムとかなんか抽選とかあるみたいなんで、それはそれでね、また楽しみにね、明日も過ごそうかなと思います。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、今ね FF 寝る前に入れてるんですけども、先ほど外気温ね11度とかなり寒いです。いきなり11度なんでね、今ね FF ちょっと一回全開で入れております。少しね、車内も温めないとなかなか眠れないと思って。おはようございます。やっと起きてます。こんな感じで今日は晴れてます。昨日はね少しどんよりしてたんですけども、今日はすごくいい感じの天気です。で、今日はねこの後、抽選会とか、あと閉会式が予定されてます。めっちゃいい天気。ちょっと雲残ってるけど、昨日よりかねだいぶ暖かさもあるんでいいのかなと思います。こんな感じで裏側はちょっと子供たちが遊べるような感じになってます。結構広いし緑が、多分今あれかな、みんな散歩コース行ってたのかな。ここはね自販機を探して歩いております。ここの方が温泉があったとこなんで、そっち側にあるかなと思います。おはようございます。おはようございます。いや、こちらこそありがとうございます。ボーンだらけです。基本ボーン。真ん中は結構ボーンだらけですね。こっちが左側が輸入車大きい、そんな感じで、こっちがもうずっと続いてます。カービィ。ちなみに場所は福島の高津江スキー場っていうとこの駐車場でやってて、この時期ねシーズンオフだと思うので、こんな感じですごく景色が綺麗です。うわ、ドローン飛ばして、ここ向こうの方の山々までこんな感じで見えております。すごい綺麗ですね。こちらのボーンラッピング、これラッピングですか？ラッピングですね。デザインがかっこいいです。後ろかっこいいですね。これかっこいい。なんかまるで標準装備でありそうで標準じゃない。オーニングも黒くてかっこいい。
はい、でこれからですね東和モータースキャンプの抽選会とあと記念撮影と、閉会式になります。でこれから記念撮影ですね。はい、じゃあこのまま、閉会式に移りたいと思いますので、最後抽選会だしなんか当たるかな。はい、35、36、37誰かしらがこの番号で当たれば。45番ありがとうございます。7番、37番。おー。はい、今ママが当たりました。6番。はい、ウーチャンネルさん、協賛の、テーブル、ママが引いてもらいます。引いてもらいます。貯めて、貯めて。どうぞ。35。ありがとう。お願いしてたんですよ。よかった。直接じゃあ。はい、直接渡してください。あ、カメラあるからね。ありがとうございます。おめでとうございます。仕込みなしですよ。大きいね。ありがとうございました。これで閉会となります。はい、ありがとうございます。はい、ということで今ですね、東和モータースキャンプ大会の、閉会式が終了しました。最後はね、自転車ということでね抽選会かなり盛り上がりました。で、最後ね券が外れてもソフトドリンクと交換してもらえるということなので今殺到しております。こういうのいいですね。ありがとうございました。ちょっと協賛を出させていただいたんですけどもまさかの仕込みなしでの。だってびっくりしたもん。開けてうわっ身内に当たってしまったって顔してしまった。はい、おめでとうございます。あ、ママのそのそばもです。去年はクッキーでした。今年はそばが当たりました。まさかの10割そば2人いたんで。おめでとうございます。ちょっと身内に当たりすぎてびっくりした。ちょっとびっくりしちゃって、うわそこに当たったかと思って取ってる方もちょっと焦るってあって思っちゃったもん。一回戻そうかなみたいな。いやでも本当ありがとうございました。また来年お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。ぜひぜひ来年もよろしく。いやでも本当ありがとうございました。夜遅くまで。またぜひぜひよろしくお願いします。キャンバケ関東行きます。あ本当ですか。オータム。あすみませんありがとうございます。お待ちしております。お待ちしております。全泊で行きます。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあまたはいお願いします。ありがとうございました。はいということで今ね無事に終わりましたのでこれからですね片付けして撤収します。はいということでね今ね片付け撤収が終わりましてこれからですね出発します。ありがとうございました。お疲れ様でした。またまたお願いします。一応ね先ほどオートマメンバーにはねご挨拶をさせていただきました。で今ですね会場を後にしました。で今回ですね2年連続でね東和キャンプの方に参加しました。で去年と引き続きね夜はねキャンプファイヤーをしてでその後ね花火が上がるというねもうこれなんか東和キャンプの恒例なのかな、僕らがね参加してるやつは全てねこのパターンです。なかなかねキャンプファイヤーっていうのもね小学生での行事ぐらいしかないんじゃないかなってぐらい大人になってねやる機会がないのですごいねそれはそれで貴重な体験でまた楽しかったです。でキャンプファイヤーね終わった後ね花火が上がるっていうのもねなかなかねこのオフ会で花火上げるっていうのがねハードル高くてすごいね大変なイベントだなと思います。私たちもね、キャンパ系の方で、東和モーターさん実は協賛もしていただいておりますので、私たちの方も本当にささやかですけども協賛をねさせていただいてでねくじもね引かせてもらうっていうねこれも2年連続ねやらせていただきました。まさかのね一緒に行ったメンバーが当たるという、なんかもう出来レースかのような展開になりましたけど俺はね決してね仕組んでおりません、はい、たまたま本当に当たっちゃった。びっくりしちゃった。なんでまあねそういうのもねまたちょっと盛り上がってね楽しかったなと思います。
ということで今回ですね、冒頭ねお伝えした通り、アルコールがねちょっとね飲めなかったんですけども、それでもね全然楽しめたイベントでした。もちろんねいろんな方今回もね来られてまして、それこそね今までねこう東和のオフ会しか来てないっていう方もいらっしゃいますし、そういった方々とね1年ぶりにお会いしたりだとか、そういった機会もありましたので、その辺はね僕らもねすごく楽しめました。またね来年もねぜひねこの東和キャンプに参加しようかなと思っております。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したね。じゃあまたね、バイバイ。